これがまあなんかザ・ジローなのかなという、なんか中毒性のあるトッピングで、僕これ営業しながら余れ余れと思ってますからね自分が食えるから。そうですね、ほぼ毎日食べますね僕は。お客さんにお金払って出す以上は自分が美味しいと思わないものは出せないので、今食べてほしいなっていうタイミング全然あるんですよ。それが1時間後になったら、ああもうちゃうなってなって。お待たせしました。食券の購入お願いします。麺いきます。スープいきます。お願いします。野菜あげます。完璧です。どうぞ。お待たせしました。ラーメン300。お待たせしました。こっちか。いってらっしゃい。はい、お待たせしました。いってらっしゃい。いらっしゃい。ラーメン300に2個入れます。お待たせしました。いってらっしゃい。大体限定食べてます。めっちゃ美味しいです。これで体できてますね、僕の。ビニール1枚なんで丸腰っすよ。これはまあ今日そのホワイト汁なしって汁なしなんですけど、通常の汁なしにホワイトソースかけてやるみたいな感じです。で日替わりで限定麺っていうのをやってるんですね。それでまあお客さんも飽きないようにというか、オーナーさんはどんどんやってくださいっていう話なんで、本当に自由にやらせてもらってるんで、うちはまあ今お楽しめなんで、企業理念として今お楽しめ、エンターテイナーであれってよく言われるんですね、うちの経営者の方。ラーメン屋さんですけどラーメン屋さんじゃないというか、ディズニーランドであったりとかユニバーサル・スタジオとかってめちゃくちゃお客さん来てて、アトラクションとかもめちゃくちゃ並ぶじゃないですか。でも並んでる間ってそのお客さん笑顔なんですよね、やっぱりみんな。その後のことを想像したりとかして、次何乗るとかこの後何食べるとかってワクワクしてるじゃないですか。そこがやっぱり理想としてあって、我々もそういう空間を作りたいよねって、どうしても待ってもらう時間っていうのがあるんですけど、店内に入るまでのまず時間から楽しんでもらって、入って美味しかったね、楽しかったねって、美味しかったねもそうですし、楽しい雰囲気だったねとか、元気だったら元気もらえたねとか、それをなんていうかな、美味しいものだけじゃなくてそういう空気というか雰囲気も提供していこうよっていうグループなんで、我々は。美味しいはでもプロとして当たり前なんで、お金もらって食べ物食べてもらう以上ある程度の美味しいっていうのはやっぱり飲食店としては当たり前だと思うんで、それプラス何ができるのかなっていうところをまあ突き詰めていくのがまあ我々のグループなのかなっていうふうに僕は解釈してるんで。ここ汚いんでこっち出しますね。何回も外注というか作ってもらおうとしてるんですけど、やっぱり納得いく麺ができなくて、どうしてもその自家製麺ならではのなんていう雑味というかが出ないんですよ。綺麗になりすぎちゃうっていう、チルドのラーメンとかって綺麗な麺じゃないですか。あんな感じになっちゃって、ツルツルのなんか香りもあんまりなくてツルツルの普通のなんか太い麺みたいな感じになっちゃうんですよ。どうしてもそれが出せなくて、結局今に至るっていう感じですね。結局自家製麺を継続するしかない、作る手間というかがあるんで、僕たちも正直買いたい部分ではあるんですけど、
でも納得いくものができないんで、どうしても面白かったらまずくてもいいよねっていう話ではないですね。やっぱり美味しいラーメンを作るのは当たり前と思ってるんで。これも各店舗によってやり方で違って、でこれでそのまましゃもじでこうやってやったらこのサイズにはなるんですけど何分そのやり方に僕は慣れてないんで、後で調味料入れて包丁で切るんですよ。で僕が教えてもらったのがその方法やから、なんか今更なんか曲げられない部分があって上キラキラしてるじゃないですか。これは完全にこの背脂が溶けた油ですね。でこのままだと多分脂っこすぎるんですね、おそらくなんですけど、これもまあ人それぞれなんですよね。うちのグループでも人それぞれだし、よそ歴史さんとかどうするのかちょっと分かんないんですけど、僕に関してはこうやって取ってるんですよ。こう上澄みを取るんですよ、ここに。でここに今から作る油だれが入るんですけど、こう使っていくと油って上に行くじゃないですか。で上から使っていくんで、どうしてもその油分がなくなってきて、こう切ってるこの油がなんていうかな、でっかい個体みたいな感じで、なんか油分が少なくてドテッとした感じになるんですよ。ボテッとした感じ。そうなってきた時にこの油を足してやってサラサラにしてやって、なんていうちょっと液体寄りというかにしてやるっていう風に使ったり、こっちの営業用の熱々です。こっちもやっぱり背脂も入れるんで、上の方が油、下がスープっていう感じになるんですけど、その油が少ないなってなった時にこの液体のさっきの油をこっちに足してやるっていうこともします。だからこれ本当に人それぞれスタイルが違うんですけど、僕はこの液体油っていうのを大事にしているタイプなんで、これないと営業したくないぐらいの感じです、僕は。うちのグループの中でもその同じ食材、基本的に同じ食材で、もちろん同じ人から教わってるんで作り方もほぼ一緒なんですけど、こういうちっちゃいことの違いでやっぱ味が結構違うって言われるんですね。この微妙な違いが最終的にちょっとした違い、ラーメンにした時にも違いになって出てくるっていうところですね。そうですね、ほぼ毎日食べますね、僕は。味の確認はやっぱりしたいので、大体もう結構ね、1年2年とかでやってると見た目で大体想像はつくんですけど、やっぱりお客さんにお金払って出す以上は自分が美味しいと思わないものは出せないので、そこはやっぱプロでありたいなって思うんで、大体1日に1回は食べるようにはしてますね。それでもやっぱり今日はうまいなとか、今日ちょっと弱いなとか、絶対効率とか考えたら多分主流のやり方でやった方がいいとは思うんですけど、なんかこっちの方が僕はこれで慣れてるからやってる感があるんですよね。こうやってやっていくとやっぱ硬いところと柔らかいところがあって、今日硬めやなとか柔らかめやなっていうのを直で感じられるっていうのもあるし、やっぱ醤油がやっぱ沈んでしまうんで、油なんで油が浮いて液体が沈むっていうのが、水分は沈むんで下からこうかき混ぜるように、そしたら色がだいぶ濃くなってきますよね。
なんていうかな、飽きる飽きないのベクトルではないんですよね。今日こんな感じかって確認作業なんで、やっぱり毎日毎日食べるとなると、それはそれでやっぱり同じものなんであれですけど、今日なんか出来良さそうやなと思ったら、その営業の終わった後に食べたりとか、逆になんか怪しいなと思ったら今日大丈夫かなと思ったら食べたりとか、日によってというかもう時間で変わるんですね。全然その営業中にでも刻一刻と変わるんで、今食べてほしいなっていうタイミング全然あるんですよ。それが1時間後になったら、ああもうちゃうなってなったりとかっていうぐらい変わるんですね。本当生き物ですよ。スープと油の割合がだってすくっていくんで変わっていくし、でこの中に豚を入れるんで、豚からそのうまみも出るけど水分も出るんですね。その出方っていうのはやっぱりその時間の経過によって変わるんで、それによってやっぱ味も変わってきますね。だからその時その時タイミングで変わります。アルバイトなんかにしても普通の子ではなんか残れないというかやめちゃうんですよね。やっぱりちょっと癖がある子がやっぱり残りがちなんですよね。やっぱりこのスタイルを面白いと思ってもらわないと続けられない。だから今残ってくれてる子っていうのはやっぱり面白い、いろんなことやってて面白いよねとか、やってて働いてて楽しいよねっていうところの方が多分大きいんだと思うんですよ。お金うんぬんじゃなくて、その子うちのラーメンが好きすぎてここで働きたいですって言って今働いてるんですよ。普通に常連さんやったんですけど、いやもうここのラーメン好きすぎて僕もやってみたいですって今スタッフとして今うちでアルバイトしてます。だからうちは圧倒的にそのもともと常連さんというかお客さんだった人がそのままスタッフになるっていうのが多いです。僕もそうですし、なんか中途半端じゃないな負けみたいな、僕これで住んでるんですけど、高校生の時に片道40分50分かけてアルバイトしてくれてて、一山越えてきますからね。もうその時点で情熱違うじゃないですか。だからそういう子じゃないとやっぱ残れないんですよね。うちは相当頑張り屋さんです。楽しいですね。楽しい。まあびっくりはしますけど、慣れれば感じです。染まってます。1年以上いたらもう染まると思います。僕が出なくてアルバイトの子だけで営業するっていう形ですね。だからその本人が考えてやる。で営業やりたいんですっていうところからスタートして、じゃあ何するってなった時に、なんか違うことやったら面白いよねっていうところで、女の子やしパスタやったら面白いんちゃうみたいな感じで話して、じゃあパスタソース自分で作ったらいいやんって言って、だから全部手作りなんですよ。パスタソース3種類。パスタ営業のメインは、普段使ってるオーションの自家製麺を、太さだけ細くして作ってて、それをじゃあパスタソースと合わせたらどうなるんだろうっていうところから、まあ考えというか、そういうところからスタートしてやってみたら、あ、いけるねって面白いねってなったんで、あくまで新しいことに挑戦する。じゃあその二郎系の同じ麺をその細くしたらどうなるんだろう、それをパスタのソースと和えたらどうなるんだろう、挑戦ですよね。アルバイトが違うことに挑戦します、面白いと思ったら食べに来てくださいみたいな感じです。やっぱ応援してくれますよね。普段から頑張ってる姿見てるんで、あ、ついに営業やるんや、いっぱい差し入れ持ってきてくれてな。そうですね、美味しいっつって、多分そこにもう貼ってあると思うんですけど、パスタソースが3種類あって、300を3杯食べた人がいます。頑張りました。危ね。あこれ今日
限定トッピングだから限定麺みたいな感じで、限定麺はその汁なしだったりラーメンのその日の限定でこれをやりますっていうのがあるんですけど、限定トッピングはまあこれは本当にゲリライベントみたいなもんで、今日だけ食べれるトッピング、有料トッピングですね。これ100円なんですけど、今日はガリマヨオニオンっつってマヨネーズにニンニクと玉ねぎ、生玉ねぎと醤油ですね、うちの返しを入れて混ぜたものを販売するっていう形ですね。やっぱりいつも同じメニューだけだと飽きちゃうじゃないですか、お客さんも。だからこういう目先を変えるものっていうのをたまにあります。これがまあなんかザ・ジローなのかなという、なんか中毒性のあるトッピングです。これもともと玉ねぎ水にさらしてたんですけど、そしたら辛みが抜けるんですね。やってたけど実は辛みがあった方がうまいんじゃないかっていう話になって、ニンニクって生ニンニクって辛いじゃないですか。それと同じで生玉ねぎもやっぱ物によっても違うんですけど辛いんですよね。それがまたいいパンチになるっていう、まあ完全なる目分量で面白くないんですけど。見てみよう。やめてこれ本当に混ぜただけでほんまかって思うんですけど、これめちゃくちゃうまいんですよ。僕これ営業しながら余れ余れと思ってますからね自分が食えるからめちゃくちゃうまいですね。ただニンニク結構入ってるんで、ニンニクが今日はニンニクはっていう人はちょっとダメですね。少なかったら申し訳ないな。お待たせしました。食券の購入お願いします。お待たせしました。いらっしゃいませ。すいません。朝一。原料どうします5。変が割れたら奥から詰めてお願いします。ようになるな。はい。最初これでお願いします。なんか麺量は麺量16.5で。 16.5 OK。で、達成6名様で麺入ります。お願いします。お願いします。なんか土曜日が多かったですね。今日土曜です。あ、そう、今日土曜日か。土曜日ほんまや。昼やったらもう日曜日やと思ってます。確かに。昼だったから日曜だったんですね。そう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 。なるほど。抜きで抜き。少なめ少なめ。お。頭少なめ。お待たせしました。いってらっしゃい。いらっしゃい。
し抜き。いってらっしゃい。お次ラーメン300に肉は入れます。お待たせしました。いってらっしゃい。お次ホワイト汁なしの300と150は。お待たせしました。300全増しですね。いってらっしゃい。こちらが150ありで。いってらっしゃい。お次ラーメン300にんにくは入れます。ニンニク少なめの油絡めまして。そうです。にんにく少なめ油絡め増し。汁なし。あ、次3名様だとワルト2杯。オッケー。で、3と3と本当に。はい。またお待ちします。お客様、グッチョー。グッジョブ。お気をつけて。仕上げます。お願いします。はいよ。お待たせしました。ラーメン300豚増しのお客さん。豚増しやった。お待たせしました。いってらっしゃい。お次ラーメン300にんにくは入れます。にんにくが増しましょう。野菜が増し。オッケーです。お待たせしました。いってらっしゃい。生卵いってます。オッケーです。少なめ。ロック。ただいま。お客様ダブルパーフェクト。ダブルパーフェクト。食べられます。あの人常連さんですめちゃめちゃ。週に1回2回は出てきます。多分親子なんかどうなんかちょっと分かんないんですけど、必ず来ます。まあ、熱々のラーメンを食べてもらいたいんで、こうやって混ぜながら強火で1回沸かし直したりとかっていうのを今日は大丈夫です。今日はスープいきます。お願いします。はいよ。ガリマヨめっちゃハマるやつねえお邪魔します。それぞれ良さがあって、こっちのがふわふわで柔らかいんです。お待たせしました。いってらっしゃい。次ラーメン100出ますか。肉抜き。
ってらっしゃい。お待たせしました。いってらっしゃい。で汁なしの100に2回入れますか。オッケー。汁なし300の味玉に2回入れます。肉少なめのはい、お待たせしました。いってらっしゃい。好きラーメン300に2回入れます。全増しで全増し。限定です。はい。次は。いや、美味しいですね。大体限定食べてます。ここ限定がすごい特殊です。なんかいっぱいあるんで、なんかいろんな限定、どれもこのやっぱり味がすごい合ってて美味しいんで、いつも限定を、はい、食べてます。絶対使われる。だってお客さんだって喋ったの君だけ。はいよ。まあ食べやすい。柔らかいしあっさりして。どういうこと？それは専門家。が10秒前です。いや12秒前です。 2秒変わらんて。そこは正確にいきたいところでございますね。じゃあ次2名様でいきます。お願いします麺いきますじゃあスープいきます。お願いしますはい、スープ OK。ただいま豚取ります。野菜いきます。お願いしますはい。もう一回いきます右でおっす。いらっしゃいませ。お客様1名さん。食券から3番目の席で野菜あげま完璧です。すおざすお待たせしました。ラーメン300に2回入れますか。出まし。はいおい。お待たせしました。いってらっしゃい。味薄い声あったら教えてください。はい、大好きです。めっちゃ美味しいです。なんかいつも通りずっと美味しいです。でも今から高校に振りまきに行く。そう大丈夫。その匂い好きなやつばっかりやから、その子。そうだ。これスパイ。スパイ。知らされてる。あのせい。ありがとうございますありがとうございます。お腹引っ込めるやで。はいまたお待ちしてます。お客さん、オールグッチョ。まあ、なんでな。雪むずやつ。ここからなんかほんまに今年。いらっしゃいませ。昼夜でかい。冷やしたらいきます少々お待ちを。お願いしますそう。おざす多い。はい。お待たせしました。汁なし300のお客様、ニンニクは入れます。ニンニク増し油増しで。お待たせしました。いってらっしゃい。
次ホワイトシルネス300のガリマヨニンニク入れます。ニンニク抜きの野菜マシマシであと別なら比べなくなそうです。お待たせしました。いってらっしゃい。次ラーメン200のお客様、ニンニクは入れます。次ホワイトシルネス200のチーズのニンニクは入れますか。はい、わかります。はい、お願いします。お待たせしました。こっちか。いってらっしゃい。次ホワイトシルネス200ニンニク入れます。お待たせしました。いってらっしゃい。っていう感じです。ここ行ってよ。食べるんでも。でも意識しないんですよ、右手何も。なんか一緒に動いてるみたいで。もう一回やろうかな。話せ。話せ。またおします。お客様ゲッチャー。部長、お気をつけて。ございます。すぐ行きます。お願いしまはい。どうぞ。す。はい。こっち2名様。 3名様。 3名様。1名様かな。いらっしゃいませ。すいません。あ、おったね。今っていうか、あれがおったね。別に違うおった。あってはないな。見ただけ。あ、雨降ってたらやべえやんってことやってもらってないけど。なんとできんねん。話せ。よいしょ。ニンニクは入れる？抜き、あとは普通でいい？ OK です。よいしょ。お待たせしました。いってらっしゃい。次ラーメン200。ラーメンにおいしい。ニンニク入れますか？抜きで。あとは普通？野菜少なめ。 OK。いらっしゃいませ。お客様何名？2名様。2名様ご来店。いらっしゃいませ。はい、お待たせしました。いってらっしゃい。次も200。はい、ニンニク入れますか？ニンニク抜きで野菜増しではい、あとは普通でニンニク抜きで野菜回しね。お待たせします。お客様ゲッチャー。部長、お客様お待たせしました。いってらっしゃい。ニンニクは普通で、野菜増しで。ニンニクはありの野菜増し。はい。ほい。お待たせしました。いってらっしゃい。ありがとうございます。次ラーメン300ニンニク入れます。ニンニク少なめ。よいしょ。お待たせしました。よいしょ。いってらっしゃい。味。じゃあご案内をお願いします。はい。お待たせしました。美味しいです。まかないこれ食うけ。やばくない？めっちゃ美味しいです。マジで。バイト入った時とかも1日これ2食食べるんで、本当にこれで体できてますね、僕の。
バイト入った時昼終わってまかないでこれ食べて夜また営業してたらなんかまた食べたくなるんで寝てたらでまた食べます夜も。油が多いとか好きとか嫌いとかで1名様でいきます。お願いします。はいよーでスープいきます。お待たせしました。いってらっしゃい。まだ来たらいいのよ。いってらっしゃい。包丁の入れし箱。ね。